一番のリアコ製造機は誰だ？スキズのライブ配信は見たら終わり。罪深い男たちの手口とは？リアコ製造機が多すぎて、ステイの間でリアコが多発してしまう罪な男たち。それがスキズ。ティーンボーグの YouTube コンテンツで、誰が一番誘惑上手なのか、メンバー同士でランク付けすることに。1位は意外にも満場一致でリの。チャンビン曰く、ステイといる時に誘惑上手になるんだとか。さすがリの、ステイが喜ぶことをよくわかっています。手作りクッキー焼いちゃうくらいだからね。この男は相当やりおる。2位以下のランキングはバンちゃんがリードして決めていき、2位ヤエン、3位スンミン、4位ヒョンジン、5位チャンビン、6位ハン、7位フィリックス、8位バンちゃん。ですがここでハンとチャンビンからバンちゃんは2位だという意義ありの申し立てが。それもそのはず。ステイも知っての通りバンちゃんは誘惑上手なリアコ製造機。そしてバンちゃん、自分がリアコ製造機だと気づいていない無自覚さがまた罪深い。ではキッズたちのリアコ確信犯なシーンの数々を掘り返していきましょう。まずは無自覚なリアコ製造機、バンちゃん。バンちゃんのライブ配信や Vlog は、私たち付き合ってたっけと勘違いしてしまうほど彼氏感満載なんです。ある日バンちゃんは自分の部屋でインスタライブをしていました。それだけでも彼氏感満載なのに、なんとバンちゃんと携帯の距離はゼロ距離。誘惑しないで。今目ですごく誘惑されてるんだけど、とステイから突っ込まれるバンちゃん。それに対して、僕は誘惑したことないよ、と否定する。相変わらずの無自覚リアコ製造機。しまいには誘惑されていると感じているのは、ステイが変に思っているだけだとステイのせいにしたのです。そう言いながらも画面に顔を近づけるバンちゃん確信犯すぎる。ステイからの顔近づけないで、私の心臓が爆発しそうというコメントを見つけると、OK、顔見せちゃダメだ。心臓は爆発しちゃダメだもん。と携帯を置いて天井を見せるバンちゃん。駆け引きがうますぎる。最後まで、俺誘惑した覚えないよ。誘惑したことないってば、誘惑できない。と否定するバンちゃん。絶対無自覚じゃないだろ、白状しなさい。最近更新されたミラノで行われたファッションウィークでの無言 Vlog デートも彼氏感満載すぎてステイの心臓が持たない。まずバンちゃんのカメラとの距離が近すぎて本当にデートしてるみたい。しばらくデート Vlog が続いた後、バンちゃんはファッションショーへ向かい、仕事する男を見ることができます。英語が堪能なバンちゃんは誰とでもすぐに仲良くなってしまいます。歌も歌えてダンスも踊れて作詞作曲もできて英語も喋れていいからだ。こんな彼氏欲しすぎる。英語のアクセントでオーストラリア出身だとバレて恥ずかしがるバンちゃんも可愛すぎる。初めてのファッションショーで緊張気味のバンちゃん。Vlog を見ているとなんだか緊張している彼氏を見守っている彼女のような気持ちになってしまいます。駆け引き上手なバンちゃんに対して優しさの塊でリアコの沼に陥れるのがハンジソン。V ライブでステイが「おっぱ今日先生に怒られた」とコメントすると「なんで怒られたんだろう、何か悪いことしちゃった」と質問するハン。ですがすぐに「悪いことしたなら怒られても仕方ないけどでも先生が悪いね」優しい。いつでもステイの味方なハンジソン。好き。ジソン、今日バイトが大変だったよ。励ましてくれる。とコメントしたステイには、お疲れ様、本当に、帰って早く休んで、とステイをいたわる彼氏、じゃなかったハンジソン。その後に、会社員も慰めて、というコメントを見つけると、今日は疲れた人が多いんだね。そうだよね。生きていればそんな日もあるね。と寄り添って全肯定してくれるハン。全てを受け入れてくれるなんて理想の彼氏なんだが。ですが、時に厳しい一面も。06年生まれだけどタメ口でもいい。というステイからの質問には、おっぱって呼んで、と答えるハン。そこは大事にする年上感。おっぱって呼んでほしいのも可愛いし、言い方がかっこよすぎる。こんなん言われたら何が何でもおっぱと呼ぶしかありません。ステイからジソンに駆け引きしようとしても無駄。ロマンチックな言葉で倍返しされて終了です。ステイから、ジソナ、初恋は誰と聞かれるとすぐに、君、と画面を指差し。ステイから、私の初恋は君じゃないんだけど、と言われると、もともと初恋というものは一方通行ですよ。両思いはすごく稀です。と何そのかっこいい返し。さすがスキズの作詞作曲もこなすハンジソン。言葉一つ一つが歌に出てきそうなくらいロマンチック。それにすぐにその返答ができるなんてアイドルの模範すぎる。
リアコ製造はステイだけでなく後輩にも発動します。 JYP の後輩グループネクスジのヒュイはハンの超強火点。ロールモデルはハン先輩と答えるだけでなく、ハンのクワッカをイメージして自身のイメージキャラクターにリスを選ぶほど。そんな強火反転のヒュイはハンが誕生日の日おめでとうございますを言うためになんと待ち伏せ。さらに埼玉スーパーアリーナでちっち1分のカバーをすることになったことを報告しに行きました。そんなヒュイにハンが放った一言がこちら。ヒュイのファンカムだけ見るよ。ファンカム見るから頑張ってね。ちょっと待ってよ。ヒュイくん大丈夫かい？こちらは大丈夫ではありません。これにはステイやネクスティも、ハニ後輩にもリアコ製造発動してんの。リアコ製造機の奥義に触れた思いがした。と流れ弾を食らったのでした。さてスキズのライブ配信は一度見たらもうおしまいなわけですが、移動中やライブ終わりなど空き時間によくライブ配信をしてくれるスキズ。そして漏れなくメンバー全員彼氏感満載のライブ配信をしてくれるのです。普段はあまりストレートに愛を伝えることが少ないスンミンも、ライブ配信ではデレデレになります。ステイから23歳になった感想はと聞かれると、そんなものないです。こうして変わらずステイといるじゃないですか。僕が30歳になっても40歳になっても好きでいてください。とステイ愛が溢れる言葉を言ったのです。AFUCE。そして照れ隠しでパーカーの紐でハートを作っちゃうのも可愛すぎる。不意打ちスナイパーからのゆるふは、スンミン危険すぎるな。皆さん気をつけてくださいね。ヌナキラーのマンネ、アイエンのライブ配信は甘々度 120%。アイエンは、ハイタッチ会に参加できなかったステイのために画面越しにハイタッチをするというオンラインハイタッチ会を開催してくれたのです。可愛い顔しててはしっかり男を感じさせてくるのもギャップ萌え。ステイから、そうやってすぐ口説くんだから、と言われると、僕、口説いたりしてないのに、そう言われると困っちゃうな、と否定します。ですが、口説いたことないのにな、と言いながら明らかに確信犯なカメラ目線。ヌナキラーのアイエンですが、なんとステイお墨付きの彼氏にしたいランキング1位なんです。アイエンの男気あふれるエピソードがメンバーからたくさん上がりました。アイエンとリノがコーヒーを飲みにカフェに行ったんだそう。注文するときに、アイエンが急に、僕このケーキとこれ食べよっと言いながらカードを出し、ヒョンは何飲む？アメリカーノ、と言って一緒に払ってくれたんだそう。この話をステイとメンバーの前でされて少し恥ずかしそうにするアイエン。そしてこのエピソードをみんなに共有してくれるリノも優しすぎる。それを聞いたチャンビンは、昨日スイカジュースをおごってもらった、と新たなエピソードを教えてくれます。また別の日に、誕生日にアイエンから高価な帽子をもらった、と嬉しそうに話していたことも、きっと7人のお兄ちゃんたちの背中を見て育ったアイエン。スキズ全員がリアコ製造機であることは、マンネのアイエンが全てを物語っています。スキズが全員リアコ製造機なのは、スキズがリアコ育成機関だったからでした。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。